はい、どうもこんばんは。ゴチログの慎吾です。久々にめちゃくちゃいいケースが出たんじゃないかなと思います。これは SSUPD のメシュリシャスというケースで、ミニ ITX のケースになってます。で、今の僕のメインの PC なんですけど、NGXT の H510 というミドルタワーのケースに入ってるんですけど、会社で使ってる PC のケースが同じく NGXT の H1 というミニ ITX のケースだったり、今年友人に依頼してもらって作ったのがフラクタルデザインの ERA-ITX だったり、ストレアコムの DA2 というケースだったり、小さいケースってやっぱり魅力的だなということで、自分のメインの PC もミニ ITX のケースにしたいなと思ってたところに SSUPD のこのメッシュリシャスが出たということで、今回購入してみました。で、特徴としては14リッターのすごく小さいケースなんですけど、名前のメッシュっていうのがついてる通り全部メッシュになってます。で、ちょっとこのパネルを外していくんですが、こんな感じでネジとかついてなくて手で外せるものになってます。ちょっと外していきます。はい、これが中身ですね。で、なんでこんな小さいケースで組めるのかというと、ここにライザーケーブルと呼ばれているケーブルがあって、グラボを縦置きすることができるんですよね。3連ファンのものまでいけるそうです。すごいですよね。で、グラボの反対側にはマザーボードが来ます。こんな感じでグラボとマザボでケースをサンドイッチするような形になるので、サンドイッチ機構みたいな感じで呼ばれています。で、ここの下の部分には電源が来て、で、正面のここには簡易水冷のクーラーとかを取り付けるような格好になってます。で、これ非常に余分なスペースがないというか、もう多分組んだらぎゅうぎゅうになると思うんですけど、ミドルタワーの PC だとグラボとマザボが垂直になるようにつけるんで、エアフローを考えてそういう構造になってると思うんですけど、その分こっちはギュッと締まって詰め込むことができると。その分ちょっと温度が気になるので、後半の方で検証したいと思ってます。ただ最初は普通に入れ替えるかぐらいに思ってたんですけど、いろいろ調べてると必要なものが3つあるということが分かりました。で、まず1つ目なんですけど、これは当然なんですが、ミニ ITX 用にマザーボード。メインの PC が ATX マザーボードだったんで、結構 USB 端子いっぱい使ってたんですけど、ミニ ITX になるっていうことで、ちょっといいやつ、USB ポートが多いものを選びました。で、2つ目、電源ですね。これはクーラーマスターの 850W の SFX ゴールド電源です。このケース、ホームページとかを見ると ATX 電源でもいいですよっていう風に書いてあったんですけど、よくよく調べると簡易水冷のファンとかつけると結構ここがぎゅうぎゅうになって組みにくそうだったんで、こちらを購入しました。で、850W と大きい容量のものなんですけども、ここまで来るとあんまり選択肢がなくて、これは比較的安かったので15,000円ぐらいで購入しました。で、これ2020年に出たモデルなんですけど、出た当初はちょっとファンがうるさいとかって言われてたんですけど、これは改良版2021年モデルで改良されているということで、その辺もちょっと後半で、検証したいと思っています。で、3つ目に、RTX3070 この時期に買ってしまいました。これは ASUS のタフゲーミングのもので、これなんで買ったかっていうと、これもともと僕が持ってた MSI の RTX3070 なんですけど、これ大きいグラボも取り付けれるケースだっていうふうには言われてたんですけど、これまた海外の YouTube の動画で、このグラボここが飛び出てるから取り付けれませんよと言われてる方がいて、マジかよっていうことで買い替えましたね。一応本当につかないのかっていうのはチェックしようと思っています。ということで、ただ入れ替えるだけだったんですけど、ちょっとお金かかってしまいました。はい、ということでとりあえずこれから組んでいこうと思います。
はい、無事入れ替えることができました。今この NGXT の H510 元入れてたやつと新しく入れ替えた SSUPD のメシュリシャスを並べてます。こんな感じで、大きさだいぶ違うんですけど、この NGXT の H510 が長さ 42.8 センチ、幅21センチ、高さ46センチの39リッターのケースに対して、メシュリシャスは長さ 24.5 センチ、幅 16.6 センチ、高さ36センチの約14リッターのケースになってます。H510 の方は ATX マザーボードなんでメモリが4本させて 64GB で使ってたんですけど、このメシュリシャスはミニ ITX なので2本しかさせないということで、32GB になりました。それ以外は電源が変わったぐらいで、ほぼ同じだと思っています。で、ちょっとこの H510 でっかいんでちょっとどかします。はい、ということで無事組めたんですけど、これが僕5代目の自作 PC だったんですけど、一番苦労しました。まず一番大きいところとして1つ目、付属しているライザーケーブルの規格についてめちゃくちゃ苦労しました。っていうのも、組めたと思ってスイッチを入れた時に BIOS にすらたどり着けなくて、この PC パーツはほぼほぼさっきの H510 と一緒なんで、何が違うんだろうと思ってたら、付属のライザーケーブルが一番違うポイントかなと思いました。ということで、無理くりこのマザーボードに直接グラボを挿したら、普通に起動できたんで、やっぱりライザーケーブルだなと。で、よくよく調べてみると、このライザーケーブルは PCIe 3.0 という規格でした。今回使用したマザーボード ASUS の ROG X570i ゲーミングなんですけど、これが初期設定では PCIe 4.0 に設定されていたみたいで、 BIOS に入ってみるとオートになっていました。オートなんだったら 3.0 でも読み込んでくれよっては思ったんですが、ここから 3.0 に変更してライザーケーブル接続して起動してみると普通にいけました。これ簡単に分かったような感じで今喋ったんですけど、実はマキさんという方が YouTube チャンネルでちょうどこのメシュリシャスを紹介されていて、そこの動画でコメントに僕も今そのケースで組んでて苦労してるんですって言ったら、 BIOS から PCIe の規格を 3.0 に変更すればいけたはずですっていうふうに言われて、その通りにしたらうまくできたということで、本当にマキさんありがとうございました。で、次2つ目なんですけど、冒頭でも言ったように縦置きできるグラボのサイズ問題があります。で、オリオスペックさんの商品ページを見てみると 334mm までの大きさのグラボだったら OK と書いてありました。グラボを縦置きした際にグラボの底面を支えるアルミの支柱のようなものがついていて、これが3段階変更できるんですけど、これをおそらく一番下まで下げた時につけれるグラボが 334mm という意味なんだと思います。なんですけど、僕が持っていた MSI の RTX3070 ゲーミングトリオなんですが、これが公式のホームページによると 323mm なので、本来であれば 334mm 以下であるので取り付けられるはずなんですが、グラボを支える底面のアルミの支柱を一番下まで下げた状態でも、この先がとんがってるせいでケースのフレームと干渉して取り付けることができませんでした。一方で、このケースのために新しく購入した ASUS の RTX3070 タフゲーミングは、グラボの底面を支えるアルミの支柱を真ん中に変更することで、デフォルトではこうなってるんですけど、この位置でぴったり収まりました。ちなみにこの ASUS の RTX3070 タフゲーミングは長さが 299.9mm ということで、カクカクもしておらず、直方体に近い形なのでうまく収まったという感じになります。なので、このメシュリシャスに3連ファンのグラボを取り付ける場合はサイズをよく確認した方がいいと思います。このグラボの底面を支えるアルミの支柱なんですけど、この3段階の穴の位置の一番下にするとストレートの TP ケーブルだったり HDMI ケーブルは刺さらないので、 HDMI ケーブルに関しては付属で 1m のものなんですけど L 字タイプのものが入っています。でも 1m だとちょっと短かったり、あとゲームやられて高リフレッシュレート出したい方は DP でつないでると思うんですけど、そういう方の場合は別途こんな感じで DP ケーブルの20センチぐらい延長されると思うんですけど L 字タイプのものが販売されています。僕はデルの 60Hz のモニター使ってるんですけど、このケーブルかましても同じ 60Hz 出たので 60Hz に関してはこれで出ると思います。一応概要欄にリンクを貼っておきます。
次3つ目なんですけど、このメッシュユリシャスこういう風に付属のブラケットがついてきてて、ここに HDD とかを取り付けれますよっていう感じなんですけど、大きいグラボをつける時にはこのブラケットが使えなくなってしまいます。で、僕は SSD を2個搭載しようと思ってたんですけど、その搭載位置がすごく狭くて、この電源の下の部分に1枚、あと簡易水冷のファンの下に1枚っていう感じで、もうめちゃくちゃ狭いんですよね。中見てもらったらわかると思うんですけど、今回ものすごくぎゅうぎゅうに詰め込んでるので、SATA ケーブルだったりマザボと SSD をつなぐケーブルだったりがすごく接続しづらいっていうのがありました。で、これが次の4つ目の配線しづらいっていう問題にもかぶってきてるんですけど、4つ目、配線がほんまにしづらいです。さっきも言った通り、このケース、僕が作った5個のケースの中で一番本当に配線がしづらかったなと思います。今回前のケースと同様に同じ NGXT の簡易水冷を使ってるんですけど、この簡易水冷のファンと一番近いところにあるのが多分フレームなんですけど、フレームの間が多分 1.5 センチぐらいしかなくて、本当に配線が鬼でしたね。特に今回内部の空気を外に排出するような感じで、ケースの内部が不圧になるような向きで取り付けてるんですけど、このファンに配線が当たったりするとビビビビって音がして、それが長時間続いてしまうと断線してしまうみたいなことになると思うんですけど、それを避けるためにめちゃくちゃ工夫をする必要がありました。今までそんなインシュロックとか使ってこなかったんですけど、今回のケースに関しては本当に多分10個以上使ったんじゃないかなと思います。この配線のしにくさっていうのは本当僕が前作った NGXT の H1 と比べたら雲泥の差で、 H1 は本当に何も考えなくても蓋を閉じればもう配線がうまく入り込むみたいな構造になってたんで、あのケースは本当マジで配線がしやすいケースだったなと思います。はい、で次はこのケースのすごくいいところなんですけど、最初に言ったケース内の温度を測ってみました。シネベンチ R23 と FF15 ベンチを回して、前の H510 の時とこのメッシュリシャスでケースの内部の温度を測ってみました。で、結果は H510 前のケースの時はシネベンチ R23 を回すと CPU 温度が 87.5 度、グラボの温度が 37.6 度でした。一方でこのメッシュリシャスは CPU 温度が 2.5 度低い85度で、グラボの温度も30度とかなり低くなりました。一方で FF15 ベンチは H510 もメッシュリシャスも同様に CPU もグラボも63度でした。で、FF15 ベンチに関しては結果は同じだったんですが、シネベンチ R23 に関しては CPU 温度が 2.5 度、グラボの温度が 7.6 度低い結果になりました。この点に関してはメッシュリシャスがメッシュで開放されているっていうのと、 H510 が普通のミドルタワーのケースで CPU とグラボが同じ空間に共存してしまう。一方でこのメッシュリシャスはグラボと CPU が真ん中で分かれているので CPU の温度の影響をあんまり受けないようになっているのかなと思いました。で、ケースの話題とはちょっとそれてしまうんですけど、今回クーラーマスターの 850W の SFX 電源を選びました。で、これがですね、めちゃくちゃ静かなんですよね。シネベンチ回してる時に特に顕著だったんですけど、前の H510 の時にこんなに違うと思わなかったんで、音を取り損ねてるのでちょっとそこは申し訳ないんですけど、このクーラーマスターの電源の音はこんな感じです。どうでしょうかね。クリック音と比較してもだいぶ静かなんじゃないかなと思います。ということで、このメッシュリシャスのケースにして H510 よりも温度が低くなったし、電源変えたことによって音も結構静かになったので、すごくそこは良かったなと思います。海外の YouTuber の方の動画で見たんですが、やっぱり2020年版と2021年版でこの電源結構変わってるんじゃないかなと思います。僕が見たこのクーラーマスターの比較動画、概要欄にリンク貼っておくので、もしよかったらご覧ください。はい、ということでライザーケーブルだったり配線問題だったりいろいろ苦労はあったんですけど、本当にかっこよく、もうほぼ同じスペックのものがこの小さい14リッターケースにギュッと詰め込めることができたので、かなり満足しています。1点懸念点があるとすれば、フルメッシュなので掃除がちょっと大変なんじゃないかなとは思ってます。そこら辺もまた気になった時に動画にしてみようと思います。はい、ということで今回は以上になります。
これからもガジェットや買ってよかったものをご紹介していこうと思うので、今回の動画もしよかったらいいね、高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでごちログのしんごでした。ありがとうございました。